1000匹のヘビを逃げずに飼育しているヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビを飼っている中で発生するリスクの一つである脱走についてお話をしたいと思います。最近たまにニュースで聞くようになってきましたね。なんちゃらかんちゃらヘビが逃げたとか、なんちゃらかんちゃらトカゲが逃げたとか、その度にですね、僕らとしてはもう心臓が縮まる思いがするというか、なんか規制されちゃうんじゃないかとか、道を歩いていたら石を投げられるんじゃないかとか、やっぱりまだまだ日本ではメジャーとは言いにくい生き物だと思うので、たくさんの誤解があると思うんですね。なので本当は毒ないんだけど「毒あるんでしょ」とか「ヘビ飼ったら死ぬんでしょ」とか言われた時にそういうイメージがあるんだなと感じることは多々あります。日本にもやっぱり毒のあるヘビっていうのはいて、例えばハブとかマムシとかいますけど、普通の人はボールパイソンとハブとマムシとアオダイショウとヤマカガシとみたいな見分けつかないじゃないですか。だから基本的にヘビは危なくてヘビは怖いっていうイメージだと思うので、僕も自分がヘビ飼ってない時とかヘビのことをよく知らなかった時のことを想像するとよく分かりますけど、道にいたらそれは怖い。だから実際よりも過剰に反応してしまうというのはよく理解できます。そもそも逃がす方が悪いんですけど、生き物ですからね、丁寧に飼ってあげる必要はあるんですけど、動物なら何でも犬であれ猫であれヘビであれトカゲであれ、時には人も脱走することはあると思いますが、やっぱり逃げ出してしまうっていうことはあると思うんですね。なのでそれをしないようにしっかりと飼ってあげるということが大事だと思います。しっかり飼ってあげるっていうよりは、イメージとしてはもうしっかり飼わせていただくぐらいのイメージで、抜けのない飼育をしっかりして、環境を提供して落ち着いて一緒に生きていくっていうのがすごく大事だと思います。なのでヘビを飼っている僕らはですね、そういうことをいつも気にして気をつけて生きていく必要があると思うんですけれども、そうは言っても脱走したという事例が後を絶えないのはいくつかの原因があって、今日はこの辺りに気をつけて一緒に飼育をしていきましょうということを少しお話しできればいいなと思います。飼育をしていて脱走をしてしまう時にもう一番多いのは、なるほどね、やっぱあそこから逃げたか、いや分かってたよっていうふうな多分誰もならないと思うんですね。嘘みたいな、そんなところから逃げれるのみたいな、いやちゃんとやってたと思うんだけど、まさかそんな逃げ方をするとは思いませんでしたという怠慢じゃなくて過失が一番多いかなと思います。まさか開けられるとは思わなかった、まさかそんな隙間から入るとは思わなかったっていうところがすごく多いと思うので、今日はちょっとそのお話もしたいと思いますけれども、ボールパイソンっていうのはちっちゃい時はこれぐらい、ちょっと大きくなってくるとこれぐらいを経てこれぐらいからこれぐらいになっていくわけですね。で小さい時はこういう専用のボックスもありますけれども、これ爬虫類飼育者にはおなじみ、ヘビ飼育者にはおなじみのダイソーのシューズボックスなんですが、これがですね非常に使い勝手が良いし、サイズとしてもほぼ完璧に近い状態になっているわけですね。なのでこういうところに入れて飼うっていう場合もある、あるいは飼わなくても一時的にここに入れて保管をするとか引っ越しに備えるっていう時があります。でね、もうねサイズはすごくいいんですよね。ほらぴったり、だいたい丸まった状態の3倍から4倍のスペースがあればそれが一番快適と言われています。大きすぎても小さすぎても良くないと言われるんですけど、それでいうとベストでしょう。このベビーっていう一番販売されているサイズだと思うんですが、もうこのまま変えてしまうわけですね。ただこういう状態です。これね、やっぱりねボールパイソンは臆病な生き物なんですけど、活発になるタイミングとかちょっと冒険心がねムクムクと顔をもたげてくるタイミングもあるわけですね。今ちょっと落ち着いてくれていますが、どっか出るとこないかなみたいなウィーンっていろんなところを探索する場合があるわけです。でこうやって端っこのどこ開くかなみたいな、開いてるかなみたいな動きをする時があるんですけど、このね端っこは結構危ないですね。ほら分かりますか。ここはちょっと上に上げても全然上がらないですが、端っこはやっぱりその留め具がここで留めてるのでスカスカするわけです。この隙間から逃げることが多い。そんなのっていうことがあります。これきちんと止まっていたのにもかかわらず中身だけいなくなっているという、なんか名探偵コナンみたいな事件が発生することもあるぐらい、ここが結構カパッと開いてそこから逃げちゃうってことがあるんですね。工業製品なのでこの製作
精度にもムラがあってきっちりバコンとはまるタイプと、ややなんかカタカタするな、隙間が多いなみたいなのがあるわけですね。で隙間が多いものはそのリスクがなお上がりますし、こういうのをいくつか使っている場合はこの時に工場で作られたものとまた別の時に工場で作られたものだと工作精度が違ったりとか、金型がややちょっと摩耗度合いが違ったりしてぴったり同じじゃなかったりすると、そういう蓋をですね、スイッチして使ったりしてしまうともっとねガバガバしてしまうということがあるので、こういうもので買う場合にはこういったところから逃げやすいリスクがあるし、ものによっては隙間が多いし、使っているうちにだんだんと疲労していくものなんだよ、ものというのはだんだん劣化していくものなんだよということを覚えておいていただければ事故を未然に防ぎやすくなるかなと思います。どうしてもこういうので、長い間買うっていう場合は重いものをねドンと乗せて逃げられない、逃げにくくした上で、そもそも隙間のない棚の中にスッと収納するとかして、エビが大きくなって力が出てきても持ち上げられないようにしてあげるといいんじゃないかなと思います。よりリスクを少なく買いたいという場合はやはりこうした専用ケージで買われるのが良いかなと思います。これはですね、はい、おかえり。これスライド式の蓋になっていて、なんか下から押し上げようがもう隙間がないわけですね。なので、シューズケースに比べるとはるかに脱走はしにくい作りになっています。でこれレプタイルボックスって言って普通に売ってるものもあるんですけど、うちはですねボールパイソンの飼育に特化した専用のものにしているんですね。温度湿度を保ちやすいようにしていたりとかしているのに加え、脱走のリスクを下げるためにここのマグネットをですねかなり強いものにしています。ほぼないとは思うんですけど、なんかの力でこういうふうにマグネットが弱いと押し広げてこの隙間をぐいぐいぐいと広げて逃げてしまうということがないとも言い切れないので、少しでもそのリスクを下げるためにこのマグネットを強めにして、そんじょそこらの生き物では自分で開けることはできないぞっていうぐらいのものにして、そのリスクっていうのを下げる工夫をしています。でもねこれも完璧ではないんですね。なんでかというと、マグネットで押さえているということはこのマグネットが鍵になってくるんですけど、濡れるとね錆びると磁石の表面に錆びがつく。そうすると磁力が落ちるわけですね。なので、濡らさないように使っていくのが一番なんですけど、使っているうちに絶対に水がかからないとは言い切れないので、こういうものも使っているうちにだんだんとそういったリスクが上がってくるっていうことを意識するとリスクが下がるかなと思います。で細かい配慮とか細かい工夫の積み重ねでだいぶリスクっていうのは下げられると思うんですね。例えばですけど、こういう縦にしまうとしたらいつもしまっていましたらスライドするものだったら反対側に置くとか、こうやっておけば磁力がどうなろうが何だろうがこっち側には出ないのでこっち側に行くしかない。で向こうは壁があると言ったら開かないわけじゃないですか。だからこれは一例ですけど、小さい配慮と想像力の積み重ねが皆さんと生き物との生活をより安全でリスクの低いものにするんだという、意識というのはすごく大事かなと思います。今これベビーですけど、大きなサイズになった専用ケージとかでもやはり同じことが言えると思うので、それも蓋がスライド式なんですが、これもですねこっち側には開かないようになってる、わざと反対にして向こうに開くようになってるんですけど、そうするとやっぱり自分で開けることはなおのことできなくなるでしょ。かわいいパイボールのアダルトですね。で生き物なのでそういった脱走のリスクというか、トラブルも発生しうるんだということはいつも意識しておくといいんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが逃げないように飼っていこうというお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。